皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日はですね、京都のマイナーな観光地紹介します。シャープ2です。1はですね、船岡山と建勲神社に行ってきたんですけど、今日は、大徳寺です。大徳寺は1300年頃に建てられた、お寺みたいで、もうだから700年ぐらい経つってことですよね。しかもこんな感じで無料で入れます。で、大徳寺の中にはなんかその大徳寺だけじゃなくて、なんかそのいろんなねお寺が入ってます。お寺というか寺社仏閣ですかね、入ってます。それがねここに書いてあるんですけど、ほんまにいろいろありますね。西ロハと西ロハと2、4、6、7、8、18ぐらい、18あります。すごいですよね。うん。なんか結構ね迫力のある建物もあるので、そういうのも見ていきながらね、一通り全部見ていきたいなと思います。寺社仏閣、その全て入れるわけじゃなくてですね、入れるところと入れないところがあります。こんな感じですね。こんな感じで、入れなかったり、ほとんどが入れないんじゃないかな。ほとんどが入れないんですけど、一般開放しているような寺社仏閣も数軒あります。ここも本日の拝観は終了しました。名勝庭園ね。お庭、綺麗なお庭があるみたいですよ。ちょっとここもなんかこういうところ全部一通り行く動画撮りたいですね。龍玄院1250年建立みたいです。めっちゃ時代、歴史を感じます。もう本当にね、この大徳寺はもうすごいんですよ。全部が全部こんな感じで、ほんまになんかタイムスリップしたかのような、500年600年前にタイムスリップしたかのような雰囲気があります。ここも拝観できませんって書いてありますね。もう拝観開放してほしいんですけどね。めっちゃ綺麗ちゃいます。だってこのお庭とかねえ、なんか大梅院というみたいですね。大梅院は1588年建立。もうねこんな感じで重要文化財だらけの場所が大徳寺です。なんか結構パンフレットによっちゃ載ってるパンフレットもあったりするんですけど、やっぱりなんかあんまり知られてないのか、今こうやって歩いててもあんまり観光客の方いないですよね。なんか結構僕としては大徳寺大好きなんですけどね。ほら、ここも拝観しておりませんってなってます。これですね。拝観しておりませんって書いてあります。でここがもう一つの出入り口ですね。僕船岡山と建勲神社の動画では話したんですけど、実は僕はこの辺に生まれ、そして育ちまして、結構ここはね庭のように走り回っていた場所でございます。本当にね、夜中にもう今思うと正直怖くなかったんかなと思うんですけど、普通に道として使ってましたね。綺麗ですよね。この
お庭も綺麗です。そして前のビデオインアメリカに僕はよく行ってました。もうね、ネットフリックスが出てきた今使うことが一切なくなってしまったレンタルビデオ屋ですね。 CD 借りてましたよ。80円、当日に返却して80円なんですよね。それをなんか CD 借りて MD ウォークマンに入れて音楽聴いてました。懐かしい。いやでもこの雰囲気いいですよね。この今カメラに映ってるこの雰囲気、道に両サイドにこうやって松が生えてて歩いていくこの感じいいですよね。なんかこの自転車とか車があるのもなんかまたなんかいい味を出してる気がします。本当にだって500年前に創建されたものと車がねなんか融合してちょっとなんか何とも言えない感じを醸し出してます。まあなかったらなかったでね統一感があっていいんでしょうけど、でこの大徳寺みたいなのが、京都には何個かあるんですけど、そのね周辺の子供は当然大徳寺やったら大徳寺の近くの小学校やらね中学校やらに入学するわけですけど、必ず一学年に一人はこのお寺のね子がいると。それがねもうこの辺の地域あるあるですね。はい、先ほどの出入り口に戻ってきました。もう見えてるんですけどちょっとすごい迫力ですよね。これ南禅寺の本堂への門みたいな感じがします。それこそ南禅寺とかもここと似てますよね。なんかいろんな寺社仏閣が中に入ってて、これは唐門ですかね。あまり修繕されずに残ってるんで本当に当時の雰囲気のまま残ってる気がします。なんか結構唐門とかって定期的に修繕が入ってペインティングとかね、色塗ったりとかされるんでなんかすごい綺麗なんですけど、あれはあれでなんか綺麗なんですけど、ちょっと雰囲気はねちょっとなくなっちゃってますよね。ここはねそういうのが一切されてないんでそのまま残ってます。この建物とかも本当に多分あんまり修繕とかしてない気しますね。結構日光で剥げてたりしますし色が、これはこれでいいですよね。当時の雰囲気が残ったまま、ちょっとこっち来ちゃったんですけど、ちょっとこっちに足を踏み入れまして、こっちにね一見レストランが確かあった気がします。でそのレストランがなんか結構食べログの評価がすごい高かったりするんですよね。ここも拝観できませんね。なんかすごい綺麗やし一般開放してほしいんですけどね。ほらここは開放されてますよ。瑞宝院というみたいです。確か瑞宝院の動画は1本撮ってた気がします。瑞宝院だったかな、近かったかもしれないですけど撮ってた気がしてて、また概要欄にあったら貼っておきます。これが瑞宝院、すごいおしゃれそうな雰囲気。確か高等院、それ
流源院、瑞宝院、高等院、大仙院は拝観できるみたいですね。今日はね、この大徳寺をちょっと網羅的に一本の動画にしようと思ってるんで、一軒一軒は回りません。また一軒一軒はね、なんか回った動画ちょっと いつか撮りたいなと思ってるんで、少々お待ちください。これですね、精進料理、ここちゃうかな。ここがなんかレストランなんですよ。本当に精進料理、ベジタリアン向けの料理みたいな感じですかね。そういうのを作ってらっしゃる場所ですね。あ、本日終了しましたと書いてあります。海外のお客さんとかで、観光客の方とかで気になる方はぜひ行ってみてください。精進料理は僕も何度か食べたことあるんですけど、すごいなーって思いました。なんか昔の人たちが紡いできた、何百年もねつないできた歴史を食事で味わえると、なんかすごい良かったですよ。寒い。京都は本当に盆地なんで寒くってですね、結構夜中とか最近0度下回る日とかも出てきたりして、本格的に冬が始まったんだなと思わさせられてます。この大徳寺の中にはですね、こんな感じで休憩できる場所もあります。寮の生徒を募集してるみたいです。寮費無料ですって。休憩所はこんな感じになってます。確か昔はここに自販機があったはずなんですけどね、もうなくなっちゃいましたけど、本当に見てください、この木、すごく歴史を感じませんか皆さん。本当にこういうのをしっかり残してくださってる大徳寺の方々には頭が上がりません。本当に嬉しいですね。ここも一般公開はされてないみたいですね。なんかコロナ前までは結構あった気がするんですけど、コロナで急に一般公開が控えられた気がします。大徳寺の息吹。あ、へえ。一般に長寿の木ではあるが、これほどの大木になることは稀であり貴重であるですって。昭和58年6月1日、京都市指定天然記念物に指定された。すごい大きな木です。ちゃんと生きてますね。あ、これ生えてます。ちゃんと生きてます。昭和58年に指定されたということは本当にめちゃくちゃ長い間生きてるんですね。すごいです。もうおじいちゃんですよ。そして先ほど画面に映ってたのがこれですね。本当に頻繁に修繕が入っていたらもう少し色落ちしてないと思うので、あんまり修繕が頻繁に入ってない気がします。これはこれですごく僕は大好きですね。
やっぱある程度はこうやってなんか柵とかつけて大切に保管していかないといけないですよね。なんか僕も観光客として触ったりとかしたいのは山々なんですけど、こういう歴史的なものをしっかり後世に残していこうと思うと、どうしても触れないようにしたりとかすることが必要になってくると思います。迫力がすごいです。観光名所としてはマイナーな方だと思います。あんまり載ってる雑誌とかもありませんし、こういう場所を取り上げてくださってる雑誌はすごい京都愛を感じますね。昔はこういうところに人が住んでたんでしょうか。すごい迫力を感じます。なんか僕の地元は本当にこの辺なんですけど、小さい頃は全く価値を感じてなかったんですけど、大人になるとこういうものが家の近くにあったんだなと、すごいなんか、なんであの時に気づかなかったんだと思わさせられるほど迫力を感じます。ここも拝観できないようですね。拝観できる場所が本当にないですね。ここも拝観できないみたいですね。江戸時代に室町時代に本堂、江戸時代に茶室が作られたようです。すごい、何がすごいって、これ見てくださいよ。この昔ながらのガス灯ですよ。これは今でこそね、こういう照明は LED であったりとか電球に変わってるんですけど、昔はガス灯っていうもんが通ってまして、本当に今みたいなねテクノロジーで電気をつけていたわけじゃなくて、シンプルな仕組みで電気をつけていました。それがまだ残ってます。大仙院、ここは拝観できるようです。入り口こっちって書いてありますね。うわー、見てくださいよ、こんな建物。昔の倉庫ですかね、これは。本当にこれ歴史的に貴重な建物だと思います。でも案外こういう建物って京都にたくさんあるんですけど、持ち主がいなかったりとかねして放置されたりする建物が多いんですけど、いやでもこれは本当に歴史的に貴重な建物です。海外の方が観光に来ていただいてます。すごい、松も綺麗、かっこいいです。ちょっと赤ちゃんが通らはるんで待ってからにしましょう。これも綺麗に上向いてますよ。細かく、すごいおしゃれだな。特別名称大仙院。
庭園公開されているようです。これはこれで動画にしたいので、その時のために今日は撮影を控えたいと思います。また本当にこの辺のお庭は2つワンセットぐらいで動画にしてまとめたいと思いますんで、また楽しみにしておいてください。ここも拝観できるみたいですね。拝観料は1000円みたいです。ちょっとギリギリのところまで行ってみましょうか。いや、もうすでに綺麗じゃないですか。これはなんだ、何の木だ、これは何なんでしょうか。ここか、ここですね。盆栽庭園、盆栽のお庭みたいですね。ここは自販機もあるとのことです。樹齢800年が1本ありますね。すごいな、樹齢800年って。あ、座禅もしてはります。座禅というのは海外のわからない方のために説明しますと、座ってね、リラックスして、何も無になるというのが座禅です。なんかヨガ、海外風に言うと、海外の方に分かるように言うとヨガですね。あ、でも本当に盆栽っていうぐらいだから、盆栽がたくさんありますよ。これは何の盆栽なんでしょう。これ40年。うわ、すごっ。すごっ。一本一本すごい丁寧にされて、管理されてます。すごいですよ、これ。すごい。すごい。うん。これより先は拝観料1000円です。またね、これはこれで動画にまとめますから、皆さんしばしお待ちください。はい。大徳寺、動画の尺足りるかなとか心配してたんですけど、余裕ですね。もう撮り始めて23分経ってます。ここも拝観できないようになってますね。ここも座禅やってるみたいです。ジャパニーズヨガですよ。そんなこと言ったら怒られるかもしれん。この大徳寺の近くに今宮神社っていう神社があるんですけど、その今宮神社の中にですね、創業1000年を超える団子屋さんが、炙り餅屋さんがあります。
そこは本当に有名な場所で、なんか本当にそこまでは来てるんですけどね、本当に真横なんですよ。本当に隣で歩いて1分とかで行ける場所なんですけど、そこまでは結構観光客の方ね、インスタグラムとかで見つけて来はるんですけど、もうそこで止まっちゃうんですよね。でそこからもう皆さんバス乗って帰られるんで、ちょっともったいないなと思いますし、せっかくねその炙り餅屋さんまで来たのであれば、この大徳寺も来てほしいですね。これもすごいです。何なんだろうこれ、どうやって登るんやろ。ここも拝観者絶って書いてありました、中に。どこもかしこも拝観できませんな。ここも拝観できません。さあ、嵐山の竹林の小道を彷彿とさせるような竹林の並木が出現しました。ここまっすぐ行っても特になんもないんですけど、この手前にねもう見えてるんですけど、出入り口があるところがあって、そこはすごい有名なお庭の場所なんですけど、本当にそうだ京都行こうっていうポスターにもね選ばれたような場所なんですけど、ここですね、高等院です。ここは本当にそうだ京都行こうにも選ばれたような場所なんですけど、もう今ねコロナでコロナぐらいから開放されてなくて、お寺です。ご挨拶に寄せていただきました。失礼します。やっぱり拝観休止とされています。一般拝観休止、感染症蔓延のためって書いてあるんですけど、まあ正直僕としてはね、この地域に生まれた僕としてはもうコロナ終わってるやろと、加減仕事してくれと正直思っちゃいます。ここはそれぐらい正直皆さんに見てほしいんですよ。すごく見てほしい。すごい綺麗なお庭なんです。ただね、ここが本当に見れないと、おそらく多分あそこがね一般開放を再開したりすると、他の寺社仏閣も再開すると思いますし、全部じゃないですよ、一部そのままになるかもしれないですけど再開し始めると思いますし、そこはね大徳寺の皆さんちょっと足並みを揃えて観光客の方々に開放してあげてほしいです。そうじゃないとね、やっぱ人来ないですよ。人来ないです。人が来ないと、この先人たちがね何百年も紡いできたこの大徳寺っていうのはね終わっちゃいますよ。それは僕は寂しいんで、ちょっと
一般開放再開していただけないですかね。ここも一般開放はされてないんですけど、ここかな、ここかこっちかどっちかなんですけど、こっちじゃないな、こっちだな。この門の上、これ実は鐘がありまして、大晦日のね1月1日に108回かな、鐘を鳴らす、文化が日本にはあるんですけど、その時に来ればね、お賽銭投げて鐘鳴らすことができます。大徳寺、ここまでかなと皆さん思われるかもしれないんですけど、実は違いましてですね、本当はこの階段じゃない、この坂のね、目の前に見える坂の上まで実は大徳寺の土地で、その坂の途中にある高校も実は大徳寺の土地に建設された高校になってます。ただね、ここから先はちょっと学生さんもたくさんいらっしゃるんで、映り込むのもねかわいそうなんで、部活の途中で迷惑になっても嫌なんで、今日のね大徳寺の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで皆さん、今日の動画がいかがだったでしょうか。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんでよろしくお願いします。コメントをする際はぜひ母国語でコメントしてください。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。皆さん、長い間お付き合いありがとうございました。それではバイバーイ。